ボンジュール、フランスの宣伝部長マチルダです。やっとノートルダム大聖堂がお披露目になりますね。早速中を拝見したいと思い、入場予約をしようとしたんです。ところがアクセスが集中していて、なかなかつながりませんでした。ようやくつながった頃にはすでにすべて予約は埋まってしまっていました。そういえばノートルダムの横ではクリスマスマーケットが開かれていますよ。ノートルダム再開の3日前、周辺はすでに交通規制が行われています。なんかオリンピックの時を思い出しました。それで入場できないことを諦めきれなくて、ノートルダムについていろいろ情報を調べていると、なんとガイドさんが無料でノートルダムを説明してくれるというのです。英語など数カ国語の開催日がありました。参加してみると、寒い中1時間も外でお話ししてくれたのです。お話の中でも特に印象に残ったのは、作業に関わった人たちみんなの名前を書いたものが大聖堂のてっぺんの風見鶏の中に収められたそうなんです。ニュースで作業員さんのインタビューが流れていましたが、彼らにとってはこの5年間は一つのプロジェクトに参加しているという特殊な状態で、それまでとは違う精神状態だったようです。やっと通常に戻れるとほっとしていた姿を思い出しました。ガイドさんや一緒に参加したフランス人女性もノートルダムの再開をとても心待ちにしていました。12月7日から内部が公開されても、外観工事はまだまだ続きそうです。ここからは記録しておいた過去の映像を見ながら、ノートルダムが世界の人に愛される有名な場所になったわけをお話しします。大聖堂の前を通るたんびに、工事中にもかかわらず多くの観光客や地元の人たちが訪れて、長い時間じーっと大聖堂を見つめています。どうしてノートルダム大聖堂ってこんなにも人を引きつけているのだろうと不思議に思っていました。それはかつてのフランス王室とはそんなに縁がなく、そんなに歴史に登場する場所でもないのです。フランス歴代の王の戴冠式はランスのノートルダム大聖堂で行われ、王家の人たちのお墓はサンドニ大聖堂です。国王アンリ4世の結婚式がここで行われましたが、彼はプロテスタントだったので中には入らず庭にいて、カトリックだった王妃だけが中に入った、そんなエピソードがありますけどね。それとナポレオン一世がここで皇帝になるための戴冠式を行ったのは有名です。でも国内には他にも歴史を持つ大聖堂や教会はたくさんあるのに、ノートルダムだけが世界中に名前が知れ渡っているのは不思議でした。ところでノートルダムには取り壊しの危機があったことをご存知ですか？実はこの人がいなければ今の形でノートルダムは残っていなかったかもしれません。再開を前にどうしてもその人のゆかりの地を訪ねてみたくなりました。それでマレ地区にあるボージュ広場まで歩いてきました。そこにはフランスの偉人ビクトル・ユーゴーの家があります。現在は博物館として一般公開されているんですよ。ノートルダム大聖堂を語るとき、彼の存在を避けて通ることはできません。フランス革命後、破壊の対象になってしまったノートルダムは荒れ果ててしまい、一時期ワイン倉庫として使われていた、そんな歴史があったなんて信じられませんでした。当時の人たちは今ほどノートルダム大聖堂を大切だと思っていなかったんです。けれどビクトル・ユーゴは違いました。このままでは歴史の証人ともいえる大聖堂が失われてしまうと危惧したのです。それで彼は一冊の本を書きました。ノートルダム・ド・パリ。その中に彼は建物の美しさとその象徴性を込めたのです。それは
フランス全土で大きな反響を呼び、大聖堂の保護運動が始まるきっかけとなりました。実はノートルダムが建てられた場所は、歴史的に見てもパリの中心地である重要な場所なのです。もともとノートルダムが建てられた場所には、それ以前から教会が何回か建て替えられています。大聖堂の前に広がる広場の地下には、古代時代の遺跡が残されているんです。そこにはガロローマ時代の都市が埋もれています。 CG の映像で当時のパリの様子が紹介されていました。その頃、ノートルダムの場所には神殿が建っていました。何世紀にもわたって人々が集まり、祈りを捧げてきた神聖な場所です。ノートルダムはただのゴシック建築の傑作ではなく、歴史を見つめてきた石の本だとビクトル・ユーゴーは言います。さて、ここで少し不思議な縁を感じる話を一つ。現在、ノートルダム大聖堂に近いシャトレ劇場では、ビクトル・ユーゴーの代表作レ・ミゼラブルが上映されています。これは単なる偶然なのでしょうか。レ・ミゼラブルは、主人公のジャン・バルジャンが犯罪者として生きなければならなかったところを、一つの親切から救われ、人生をやり直し再生したお話です。平日の夜にもかかわらず、会場は大人が席を埋め尽くしていました。いろいろな舞台を見ていますが、盛り上がり方が違い、熱気を感じます。その様子を見ていて、作品がどれほど愛されているのか実感しました。悲劇から復活するストーリーは、ノートルダム大聖堂と重なって見えました。レ・ミゼラブルの上演は、ノートルダムが再び扉を開く今、大聖堂を救った偉大な作家へのオマージュであるように思えます。2019年の火災によって傷ついたノートルダム大聖堂がたったの5年間で一般公開に至ったことは、当初多くの人が不可能だと考えていました。けれども、多くの人が抱き続けた復活してほしいという強い希望が、この偉業を実現させたのでしょう。ノートルダムとは、私たちの貴婦人という意味で、聖母マリアを指します。マリア様は困難に直面するすべての人を包み込み、祈りを受け止めてくれる母のような存在です。今回の工事で長年蓄積された壁のすすが落とされて、大聖堂は明るい印象になりました。扉をくぐる人たちの心を今まで以上に明るく温かくしてくれるパワースポットのような場所になりそうですね。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。高評価とチャンネル登録ありがとうね。ここズンチャ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 よろしく。 Thank you.